長友佑都選手といえば、明るい人。大きな声で笑い、誰よりも前に出て、チームの空気を変えてしまう人です。でもこの動画で見つめたいのは、サッカーの戦術や実績ではありません。言葉がわからない国に飛び込み、笑われながら仲間の輪に入り、家では4人の息子たちと向き合い、妻と小さな会話を重ね、39歳でなお世界へ向かう、一人の人間としての長友佑都です。あのブラボーの奥には、ただ陽気なだけではない、人を明るくするための覚悟がありました。それでは、美味しいアイスクリームでも片手に、7分間の物語、ゆったりとご覧ください。エピソード1。言葉がわからなくても、笑って飛び込んだイタリア。長友選手がイタリアに渡った時、最初に大きな壁になったのは語学でした。全く言葉がわからないまま、世界的なクラブのロッカールームに入る。普通なら黙ってしまいます。でも長友選手は、そこで引きませんでした。チームメイトととにかくコミュニケーションをとり、ノリで飛び込み、冗談やふざけたやりとりをしながら、少しずつ輪の中に入っていったそうです。完璧に話せるようになってから動くのではなく、間違えても先に笑う。笑われても、また話しかける。長友選手の明るさは、才能というより勇気だったのかもしれません。エピソード2、4兄弟の送り迎え係。今の長友選手は4人の男の子の父でもあります。普段、子供たちの送り迎えは長友選手の担当。しかも4人それぞれ学校が違うそうです。練習を終えた後、世界を知るサイドバックが今度は子供たちを迎えに行く。なんとも温かい光景です。オフの日には公園に連れて行き、子供たちが遊ぶ姿を見ることが自分のリフレッシュにもなる。家の中は毎日大騒ぎで、4人いると長距離移動も準備だけで大変。それでも長友選手は子供たちに笑顔で挨拶すること、感謝すること、嘘をつかないことを伝えているそうです。ピッチで鍛えた体力は家庭でもかなり使われているようです。エピソード3、夫婦喧嘩を流す。トイレットペーパー作戦。長友家には思わず笑ってしまう夫婦のエピソードがあります。妻の平愛理さんが長友選手に対して嫌だと思ったことをトイレットペーパーに書き、三角に折っておいていたことがあるそうです。読んだら、用と共に流してね、ということ。これには長友選手も怒るどころか可愛いなと感じたそうです。嫌なことを溜め込まず、でもぶつけすぎず、最後は水に流す。まるで長友家らしい、ほっこりする解決法です。長友選手は、海外にいても妻と必ず電話をし、家でも子供たちが寝た後に、毎日話すと言います。夫婦は、分かっているつもりでも意外と分かっていない。だから言葉にする。ここにも、コミュニケーションで道を開いてきた、長友選手らしさがあります。エピソード4、指輪より、じゃがりこ？平愛理さんとの婚約会見にも、長友選手らしい笑いがあります。プロポーズの場所は、インテルのホームスタジアム。苦しい時も楽しい時も過ごした、自分の仕事場です。そこでひざまずき、指輪を差し出す。ここまでは完全に映画のワンシーンです。ところが愛理さんの反応が、まさかの指輪じゃなく、じゃがりこが良かった。長友選手は頭からひっくり返りそうだったと話しています。かっこよく決めたのに、最後はじゃがりこ。完璧すぎないから、温かい。長友選手の人生にはいつもこういう笑いがあります。真剣にやる。でもどこかで少し崩れる。その崩れ方が人を安心させるのです。エピソード5、金髪スーパーサイヤ人でみんなを笑わせた日。2018年ロシアワールドカップ前、日本代表には重たい空気がありました。不安も批判もありました。そんな時、長友選手は突然、金髪になりました。本人は、スーパーサイヤ人になってチームを救いたい。髪だけは明るく、
みんな笑ってくれよ、という思いを明かしています。ここが長友選手のすごいところです。似合うかどうかを気にするより、チームが少しでも明るくなることを選んだ。自分がいじられてもいい。笑われてもいい。誰かが笑えば、空気が少し軽くなる。長友選手は、笑いを武器にして、重たい雰囲気に風穴を開ける人なのです。エピソード6、ブラボーの裏にある、食卓の努力。明るい人に見える長友選手ですが、裏側の準備はとても細かい人です。イタリアでプレーしていた頃、パフォーマンスの不調や怪我に悩み、専属シェフの加藤達也さんと二人三脚で食事改善に取り組みました。食事は派手ではありません。毎日、体に合うものを選び、続けるだけです。でも、その地味な積み重ねが39歳の挑戦を支えています。笑っている人ほど、見えないところで自分を整えている。ブラボーの声の奥には、食卓から体を作り直してきた静かな努力がありました。ご家族の皆様です。エピソード7、ほぼ父の遺伝子の花束。2026年のワールドカップメンバー選出会見では、最後に妻の平愛梨さんと4人の息子さんが花束を手渡しました。しかも子供たちの T シャツには、ほぼ父の遺伝子の文字。長友選手本人はブラボーを封印していたのに、長男が代わりに会場を煽りながら退場したそうです。これもまた、なんとも長友家らしい場面です。39歳で5度目の大舞台へ向かう父。その横で、父そっくりの明るさを見せる息子たち。記録だけを見れば、偉業です。でもその記録の最後にあったのは、家族の笑いでした。終わりに、長友佑都選手の明るさは、ただの性格ではありません。言葉がわからなくても飛び込む勇気。家族を支える日常。夫婦で水に流す工夫。じゃがりこで崩れるロマンチック。金髪で空気を変える覚悟。そして、見えない食卓の努力。人を笑わせる人は、ただふざけているのではなく、誰かの心を軽くしようとしているのかもしれません。次回は、三笘薫選手です。名前が呼ばれなかったエース。でも、恩師に返した一言は、とても静かで、とても強いものでした。また強くなって戻ってきます。その言葉の奥にある、三笘薫という人の歩みを見つめます。ぜひ次回もご覧ください。この動画は、世界中の日本ファンへ、33言語の字幕付きでお届けしています。コメント欄でも、温かくつながれますように。いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップでもぜひ、このチャンネルを応援いただけると嬉しいです。この動画が皆さんの心を少しでも温める時間になりますように。サンサンタイムズでした。